こんにちは。ポッシブル可能性の会の太田です。僕はこの日本発祥の成果裁断という技術を世界に広めていきたいと考えています。今回もどうぞよろしくお願いいたします。今回は段と段の境目について説明していきたいと思います。なぜ難しいかというと、上段部分で終わった菊の角度と下段部分から指している菊の角度を合わせるのが難しいからです。写真だと分かりづらいと思うので、横からの図面で説明していきます。角度の自由が利く上段部分はいろいろな角度で終わらせることができると思います。しかし下段部分の最初の角度はかなり限定された範囲でしか指すことができません。それは段の壁の部分があるからです。そこで大事になってくるのが上段部分の菊の角度の終わらせ方になります。上段部分の菊を前に傾けすぎて終わらせてしまうと、下段部分はどうしても刺せない位置になってしまいます。どうしても下段部分で刺せる角度となると、こういうように段差ができてしまいます。なので上段部分の菊はあまり前に傾けすぎないように終わらせるのが理想です。次に気をつけたいのが奥行きです。例えば上段の上の部分の菊が容器の手前の部分で終わっているときは、下段の菊が後ろに寝てしまう形になります。一度寝てしまった菊は起こしてくるのに相当なスペースを使うので、これは絶対にやめましょう。上段部分は容器よりも少し前目で終わるようにし、下段部分の菊が後ろに寝ないように作るのがポイントです。上段部分の終わらせ方が前に傾けすぎないというところと、しっかりと手前側まで出して終わらせるということがポイントなのですが、そうするには菊のラインのライン取りが必要になってきます。これは裁断を上から見た時の図面になります。一番メジャーなこのパーツで説明していきたいと思います。これはアウトラインの菊の軌道になっています。このように段と段の境目のポイントが菊と菊が横の関係だととても難しくなります。なぜかというと、先ほども言ったように上段部分が手前まで引けないことがあります。このように菊の軌道が後ろから回り込むような形になり、ちょうど段差の部分が縦の関係になるのが理想です。また菊の開き方を調整することで段差をスムーズに作ることができます。菊のグラデーションを利用して段の上段部分は線にし、段の境目をきっかけに点にしていくという作り方もあります。どうしても8分咲きぐらいの菊は面が広すぎるので、とても距離が長くなります。段差の部分でこの面を合わせていくのはとても難しいです。なので段の境目に行くにつれてつぼみになっていくことを心がけるのもいいと思います。少し裏技的な形にはなると思うんですけども、下段部分の角度の可動域を増やす方法もあります。先ほども使った裁断を横から見た図面で説明していきます。このように普通に考えたらありえない角度なのですが、オアシスを積み重ねることで可能な可動域にすることもできます。繊細なラインを作っている花屋さんたちはこういう使い方をしているところもかなりあります。ただしもちろん安定感がなくなってしまうので、現場雑誌かまたは工夫が必要になってくると思います。段と段の境目については
アウトラインの方が難しいと思っている方が多いと思います。インラインは比較的に段と段の境目が縦になることは簡単なんですが、アウトラインはカーブが比較的緩やかなので、手前に持ってくることや縦の関係を築くことが難しくなると思います。その辺を気にしながら指してくれるといいと思います。僕自身これを説明しているんですけども、ちゃんと伝わるかどうかというのは難しいかと思っています。僕の説明で不十分な部分もあると思います。何か質問がある方はコメント欄にお気軽に入れてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。